動画をクリックしてくれてありがとうございます。今回は剣ボロを縫います。裏側上部をすっきりした処理にして糸が脱線しにくい方法なので、ぜひ参考にしてください。まずは剣ボロのパターンを引きます。ボタンの印を入れます。ステッチの間に案内線を引きます。剣ボロに合わせて袖の切り込みを描きます。持ち出し側を 0.6 センチにして剣ボロ側を1センチにして縫いやすくしました。袖に切り込みを描きます。縫い代をつけます。袖の下は 1.5 センチにしました。剣ボロと持ち出しにも縫い代をつけます。パターンを切ります。切り込みに穴を開けます。アイロンを当てます。袖を裁断して0.3 センチくらいのノッチを入れます。消せるチャコペンで切り込みに印をつけます。切り込みに線を引いてカットします。剣ボロは荒立ちをして芯を貼ります。最初は軽く当て、次に体重をかけます。裁断しやすいようにクリアファイルを下に引きました。裁断していきます。ボタンをつける位置にしつけ糸で印をつけます。持ち出しも裁断します。
まずは持ち出しを真ん中で折り、両サイドを折り、真ん中で折ります。次に剣ボロの両サイドを折るために厚紙を使って両サイド1センチ折ります。反対側も1センチ折ります。真ん中で折ります。パターンに合わせて上部を折ります。切り込みを上に倒します。持ち出しを縫い付けます。袖の縫い代は 1.5 センチ、持ち出しの縫い代は1センチなので 0.5 センチ上げてピンで留めます。ステッチが脱線しないように目打ちでなぞって下側の持ち出しがずれていないか確認しながら縫っていきます。ステッチが脱線しないで縫えました。パターンに合わせて剣ボロの横ステッチ位置に印をつけます。剣ボロも下から 0.5 センチ上げてピンで留めます。ここでもステッチが脱線しないように目打ちでなぞって下側の剣ボロがずれていないか確認しながら縫っていきます。8のところで折り返し縫いをしました。完成です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。今回はシャツの剣ボロを作りました。剣ボロのパターンをもとに持ち出しと袖の切り込みを描き、袖に切り込みを入れて持ち出しをつけ、その後に剣ボロをつけました。剣ボロ上側の折り方は他の制作者さんの方法を参考にさせていただき、正確に折ることができました。作業の中では袖の左右の切り込みを剣ボロと持ち出しの縫い代に合わせて縫いやすいように揃える工夫をしています。また持ち出し側の切り込みを 0.8 センチではなく 0.6 センチにしているのは生地の厚みで持ち出しが細くなる分を考慮したためです。そして裏側のステッチが脱線しないように端をしっかり合わせて目打ちで確認しながら縫っている点もポイントです。剣ボロのさらに良い縫い方や分かりやすい説明方法などがありましたら今後また動画にしていきたいと思います。この動画が少しでも参考になったと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回動画もお楽しみに。